松浦さんおはようございます。おはようございます。今日は何を教えてくれるんでしょうか。今日はですね、作品がちょうどいいのが仕上がったんで、ちょっと何品か紹介していきたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。まずはですね、キンギアナムを紹介したいと思います。ちょうどですね、花がたくさん上がってきて、もう花がちょうど咲き始めたばっかりのやつが手に入りましたんで、それを苔で巻いてみました。苔が巻いたばかりなんで、まだちょっとしっくりしていないんですけれども、これが1ヶ月もすれば綺麗になってきますんで、こういう感じで、これはですね、釣らなくても置くこともできますんで、釣ってもいいし置いてもいいし、それと結構育てやすいので、来年も大体咲いてくれます。株分けしたいとか、そうやって増やしたい場合は株分けもできますし、このまま乾いたら水やるという水やればですね、また来年も咲いてくれます。キンギアナム、今回はですね、紅白セット、名前がついてるんですけど、恋の雫と春の乙女という名前がついてます。キンギアナムの白と赤紅白セット、おめでたいセットで今回は行きたいと思います。で今ですね、もうこれ以上咲いてくるというそういった意味がちょっと怖いんですけど、これはもう咲き始めたばっかりなんで、セットで販売したいと思うんですよね。でこれをですね、ちょうど120の箱に2つちょっと入りますんで、いつもはですね買っていただいた方も本当に送料も負担していただいて、ありがとうございます。今回はですね、もう2つまとめて送るとちょうどいいのかなと思います。こっちの都合でちょうど送料があんまりもう無駄にならなくていいのかなと思っているところなんですよね。はい。セット1箱に2つ入れて送ることができるし、今だったら輸送傷みもしないのかなと思っております。で今からですね、軽く1ヶ月以上咲いてくれますんで、それとですね、温度がちょっと高くなってくれば香りもちょっとしていきますんで、育てやすいということと、花がきれいだということと、香りがするということで、結構これからも流行ってくると思います。今年咲いた枝バルブにも来年咲く場合がありますんで、頑張って育てたら来年はまだこれ以上のボリュームで咲いてくれると思いますんで、これにはですねマグアンプは入れておりますけれども、ロングトータルの肥料を1個つけておきますので、それは4月になってこれにつけてあげればいいかなと思っております。それは肥料もセットでお送りしますので、前回の場合はですね、こっちの方が花の進みが早いんですよ。これはですね、生産者のところで、13度以上のハウスで育てたんでちょっと早いというところがあるんですよね。これからもですね、まだこれがどんどん花が伸びてきて、大きくなるところも楽しめますんで、ぜひご購入していただいて楽しんでもらえばいいかなと思います。この苔もきれいに仕上がってきますので、生苔ですからグリーンがもうちょっと鮮やかになってきます。それと先ほどもちょっと言ったかな、釣るだけじゃなくてちょっと置いてあげてもいいかなと思います。はい、皿に受け皿にですね置いてテーブルの上に飾ってもいいかなと思っております。この金具は取り外し簡単にできますので、これはですね一応今回5セット5セット今ちょうどいいのが5セットちょっと作りましたんで、はい、これもですね早い者勝ちで、大体ボリューム的には同じです。今回はですねちょっと花が今からバッと咲いてきますので、早めに買っていただけると、これがですね花が満開になってしまうと輸送傷みがする場合がありますので、そこら辺はちょっと早めにご注文いただければすぐお送りしますんで、そこら辺ご検討をお願いします。はい、よろしくお願いします。こういう感じでいいですか。これが最初の1の AB ですね。キンギアナム苔玉セットの1の AB です。
これが金ギアナムの苔玉セットの2番の AB です。2番の AB ですね。これが金魚の苔玉セットの3番の AB です。これが金魚アナム苔玉セットの4番の AB ですね。これが金魚の苔玉セットの5番の AB です。この金魚アナムの管理法をちょっと説明していきたいと思います。苔玉ですんで、こう吊るした場合には乾きが結構早いんですよ。で明るいところに置いたらもう2、3日から完全にこう乾いてくる場合が多いんで、乾いたらバケツかなんかにジャブンとつけて戻してやってください。置く場所によって乾きのスピードはちょっと違ってくるんですけれども、乾いたら上げるのが基本になりますんで、それでやってください。あんまりこうカラカラに乾かさないことが大事になってきます。とできるだけ明るいところに置いておくことですね。そしたら花がどんどん咲いてきますので、それと花が終わった下の方から花が終わってきてポロッと取れる場合がありますんで、花にシミが出た場合にはそこら辺から取ってあげるときれいな状態が長く続きますんで、枯れた花だけ取ってやってください。下の方からちょっと傷んでくる場合がありますんで、でも今はですねそんな暑くないんで長く楽しめると思います。要は乾いたら水あげるということでやってみてください。それと肥料をつけておきますので、それは4月になってからですねクリップをつけておきますんで、これにこうつけてあげるといいかなと思っております。この金の棒にですね、はい、明るいところに置いて水やりすれば長く咲いてくれます。もう1ヶ月以上は平気で咲いてくれると思いますんで、可愛がってやってください。はい、よろしくお願いします。今度はですね、ネオルージュという品種を紹介したいと思うんですよ。ネオルージュのネオルージュとネオルージュクリアっていうのがあるんですよね。これはですね中国雲南省原産のヘルコグロサムの改良種です。ですから結構強いですよね。はい、原種ヘルコグロサムという原種の改良種でこういうのが生まれたっていうやつですね。今回はネオルージュのルージュとネオルージュクリアというやつ2つをセットで紹介したいと思うんですよね。はい、映像がありますので、ちょっと見れると思いますので、そこは確認してください。ちょっとこれが赤いのがちょっと濃いやつですね。こっちがクリアってちょっと白っぽいやつです。はい、でももう花芽ついています。両方とも花芽ついてるんで、そうですね今がちょうど送り時かなと思っておりますんで、紹介したいと思います。去年出た枝はですね来年咲いてくれると思います。はい、今回はですね、下の方にしっかりとした花芽がついておりますので、今からその花芽の膨らみとかが楽しめると思います。生苔ですんで少しきれいになってきておりますんで、根も少しずつ自然な感じで出てきております。こんな感じですよね。はい、これもなかなか売っていないんで、貴重な花になるかなと思っております。はい、ここまでするのに3年目かな。はい、
しっかり来年のバルブもついておりますんで、こちらもですね、去年伸びたやつ新しいのも出て今来ますからね、そこへんも花が咲いた後は観葉植物で楽しめるんじゃないかと思いますんで、じゃあ商品の紹介をしていきたいと思います。これがネオルージュの1番の A ですね。ちょっと赤っぽいやつの1番の A というやつです。これがネオルージュクリアというやつですね。ネオルージュクリア、ちょっと先ほどのルージュよりはちょっと色が薄いっていうやつですね。はい、バルブもちょっとネオルージュよりは少しちょっと大きいですね。これがネオルージュの2番の A です。ネオルージュの2番の A ですね。赤っぽいやつ。こんな感じで、もう今年のバルブも出てきておりますね。はい、こんな感じです。これがネオルージュクリアってやつね。さっきのルージュより少しちょっと色が薄いってやつですね。はい、こんな感じですね。これがネオルージュの3番の A ですね。これがネオルージュのクリアです。3番の B ですね。これがネオルージュ4番の A ですね。これがネオルージュのクリアってやつですね。4番の B です。これがネオルージュです。5番の A ですね。これがネオルージュクリアです。5番の B ですね。今回はですね、ネオルージュとネオルージュクリアの2つセットで販売しますので、ご購入のほどご検討お願いします。で、これの管理方法は基本的に吊るしたら乾きが早いので、乾いたら水あげるというパターンですね。とできるだけ明るいところがいいです。はい、そういうところに置いていったら今から温度がどんどん上がっていきますんで、花芽がどんどん膨らんでいきます。もうそこへも楽しみになると思いますんで、そうやってみてください。要は水やりだけです。これにもですね、肥料をセットします。ロングトータルのですね100日タイプをセットしてあげますので、それは4月になってからこの鉄棒にですねクリップで留めていただければいいように、ちょっとクリップも一緒にセットしておきますので、4月になってからそれを上げてください。そしたら、5月6月にどんどん新しいバルブが伸びていきますので、そういうところで管理してもらうといいかなと思います。はい、よろしくお願いします。これが2番ですね。はい、ネオルージュとネオルージュクリアの2番の AB です。これがネオルージュとネオルージュクリアの3番ですね。はい、のAB ですね。こういう形です。3番です。これがネオルージュとネオルージュクリアの4番ですね。4番の AB。これがネオルージュとネオルージュクリアの5番です。5番です。はい、大体同じようなやつですけど、はい、こんな感じですね。ガーデンデンドロビウムの板付けをですね、作っていて、大体これが仕上がりかなと思うのができましたんで、ちょっと紹介していきたいと思います。これは一品物です。もう今回、
紹介できるのはこの一品ですんで、はい、外の木につけられるデンドロビウムなんですけれども、凍らしたらちょっとまずいですね。マイナス4、5度まで耐えられると言ってるけど、ちょっと凍らしたらちょっとまずいので、これはベランダでこう育ててもらうといいかなと思っております。これはですね、植えてからもう4、5年経っております。苗を作り始めてからですね。でこういう感じで仕上がって、ね、もう活着してですね、綺麗になっています。最終的な仕上がりはこんな感じかなというところで今たくさん作っておりますんで、で色もですね、今年は色別で分けられるようにちょっと工夫しておりますんで、これは白系にですね、黒い目玉があるような形のやつですね。もう花が咲き始めました。ここ 1、2週間でバーッと咲いてくると思いますんで、もしご検討、ね、お願いできるんであれば、もう早めに注文していただけるとこう輸送痛みもなく送れるのかなと思っております。こういう感じですね。これがガーデンデンドロビウムの板付けの1番っていうやつですね。はい、こんな感じです。宮崎の方が作り上げた品種なんで、まだ世に出回っていない品種です。高芽が何個かできたんで苗を作っておりますんで、これは放出したいと思っております。世界に一つだけのガーデンデンドロビウム、全体的に白っぽいんですけれども、ちょっと外の方にピンクの覆輪が入っています。それと中に黒いリップになっておりますんで、これも可愛いかなと思っております。優しい色になっていますんで、まだ2、4、5、6輪しか咲いていませんけど、たくさんバルブがバルブにつぼみがついておりますんで、これはいいかなと思っています。根もかっこよくこう仕上がっておりますんで、はい、こういう感じですね。根もしっかりついております。はい、そんな極端に花は大きくなくてもいい感じで育ってきてくれているんじゃないかと思っています。バルブもですね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10本ぐらいに花がついていますんで、今から楽しめるんじゃないかと思っております。これもですね、もう花が終わったら外の雨が当たるようなところに吊るしておけば、また来年もですね咲いてくれますんで、で花が終わる頃になると下からバルブがまた新しいバルブが出てきますからね、はい、育ってくれると思います。これにもですね肥料をつけておきますんで、4月になったらこの鉄の棒にフリップで留められるようにセットしておきますんで、ご購入の方を検討してもらいたいと思います。今回紹介する一品ですこの一品だけ、世界に一つだけの花になると思いますので、ぜひ可愛がってやってください。これがですねジャン・オリンステインレッド&ホワイトっていうやつですね。これは親木で残していたやつなんですけど、もう本当はですね高芽を期待していたんですけど、ほとんど花芽になりそうなんですよ。今年はこれ一品しか出せません。あとはちょっと親木で残しておりますんで、1品だけで3本バルブが立って花がいっぱいついてきたんで、これだけはこう放出しようかなっております。豆綱もついておりますんで、根っこもしっかりついております。はい、しっかりこう作り込んだジャン・オリンステインレッド&ホワイトっていうやつですね。花の映像は多分出していただけると思いますんで、見てください。はい、親木出していいんですか？出していいんですか？いやもう本当高芽を期待したけどですね、高芽も出そうもないんで、あと何発かあるんで、それで、花にならなかったところをバルブ刺ししようかなって今思ってるところですね。はい、それでなかったらちょっとまたいろいろ日本中探そうかなと思ってます。じゃあ今季1株だけと。今季1株しか出せないんですよね。もう去年、はい、ちょっと売れてしまって、親株ももうほとんどあと何発かしかなくなってしまって、はい、本当に綺麗な花です。育てやすいんで、ぜひこれもご検討お願いいたします。世界なんても言ったけど売ってなかったです貴重な一品になるかと思います。はい、こういう形ですね。花芽がいっぱいついてます。今からこれ花芽が伸びてくるのも楽しみかなと思いますね。去年は一番多いので70人ぐらい咲きましたからね。はい、これも期待できますよ。はい、4、50人は咲いてくれると思います。この黒い点々がこう花芽になっていますんで、
まあ送るなら今が一番いいのかなと思ってるんですよね。これが花がついてくると、まあ、郵送炒めするとちょっと怖いんで、はい、ご購入ご検討お願いいたします。はい、よろしくお願いします。今回はですね、キンギアナムと、ネオルージュ系と、あと大ヤギの放出っていうのを紹介しましたけれども、はい、今からですね、もう3月になりますんで、来週ぐらいから本格的に春になるかなという期待しております。で、今はですね、ちょっと外の方には並べていないけれども、これから3月になったらですね、またいっぱいこう外の方に並べて、うちで鍛えてまた育てていこうかなと思います。3月早くならないかなと思っています。はい、早く暖かくなって、どんどん花が咲けばいいなと思っているところですね。これからもクルカルマさんの YouTube を見てですね、どういう花がこう飾られているのかもチェックしてください。はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。さあ松浦さん、コメントです。はいはいはい、これは、中谷さんって方です。はいはいはい。自分も日にちが違いましたけど10日にのんびり見てきましたよ。はい、世界ランテンですね。はい。思わずブルーカラーコチョウランを購入してきました。はいはいはい。目立ってましたもんね。はい。でも結構高かったんですよね。次はジャッキーさんです。はいはいはい。この間の世界ランテンの動画ですね。はい、すごいですね。専門的知識がないと栽培できないランの数々。素人にはまさに高嶺の花って感じです。目の届かぬ世界のランを撮影し紹介してくださったクルカラ村様、松浦様に感謝です。朝から目の保養ができました。ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。もうこういう趣味で撮っておりますので、皆さんにこう見てもらえればそれ一番いいかなと思っております。本当に綺麗でした。はい、一人でこう見るのはもったいないというところもありますので、皆さんにシェアできていけてよかったかなと思います。ありがとうございます。次はともこさんです。はい、こんばんは。世界ランテン素晴らしいですね。私はコチョウランが大好きなのでコチョウランコーナーのところを YouTube で何回も見ました。ランテンの時期に合わせて開花させるのは皆さんすごいですね。楽しく見させていただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。私も栽培されているコチョウラン見させていただいてもう完璧ですよね。多分温度管理もちゃんとされてですね、そうしないと今の時期ああいうの咲かないんですからね。頑張って育てられていると思います。コチョウランが栽培できればほとんど全てのランは大丈夫じゃないですかね。はい、デンドロなんてその簡単な部類になりますんで、コチョウランができれば簡単にデンドロなんてできそうな気がしますけどね。もう一つともこさんです。はい、コメント紹介ありがとうございます。恥ずかしいです。我が家ついにコチョウランが開花しました。デンドロアイちゃんは春に植え替えして大きく育てますね。いつも楽しく拝見しています。凍らせたデンドロの経過をお待ちしています。はい、今養生中です。はい、別のハウスで10度以上あるハウスで今養生しております。今のところ厳しい状態です。まあちょっとですね変化があったらご紹介したいと思います。はい、今養生中、2、3日1回水やりながらちょっと毎日見ているところなんですがね。株の10個あったんですけど、何個かはまあ大丈夫かなと思うんですけど、何個かちょっと厳しいかなと思っている状態です。もう個別差があるみたいですよね。一番目立つところで養生してますんで、頑張ってリハビリさせております。はい、そうですね、状況はちょっと変化があり次第ご報告したいと思いますのでよろしくお願いします。はい、いつも見ていただいてありがとうございます。もし何かですねわからないことがあればぜひコメントで出していただければ対応していきたいと思いますので、はい、皆さんいつも見ていただいてありがとうございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。